得意なことをやってばかりでは、時代に取り残されるよねという、ことなんですけれども、結論から言っちゃうと、顧客と一緒にね変化していかないとこの目まぐるしい社会に、置いてかれちゃうよねっていう結論ですっていうお話です。自分の得意な部分をねこう作っておくこと自体はねむちゃくちゃ大事なんでやった方がいいんですけれども、まずは得意な領域を持った上の話なんですよね。で、それがない人はまず得意領域を作るっていうところからスタートしないといけないんですけれども、じゃなきゃね今の時代ですら生き残れないですからね、得意領域ないと。でその得意領域だけに頼りすぎてしまうと、顧客が求めるものが変化していくとそれにマッチしなくなっちゃったりもするんですよ。例えばですね、昔は手書きのスケッチでクライアントに空間イメージを伝えていたんですけれども、今ではリアルな CG パースをみんな使うじゃないですか。でしかもめちゃくちゃ早く作れるようになっていったわけですよね。でさらにはですよ、これからの時代 AI で絵コンテ的な、イメージを共有できるようになってきてるわけじゃないですか。要するにツールや技術っていうのは進歩してるよね、それについていけないとやばいよねみたいな話が一つで、それだけじゃなくって例えば時代、コロナで飲食店の常識って変わったりしましたよね。でこれがお客さんの意識がどう変わったのかっていうのを押さえておかないと、コロナ前の設計の常識で空間設計を今まで通りやっていては時代遅れになっちゃいますよね。もちろん昨日なんですけど、メンバーと虎ノ門で打ち合わせが、ちょっと早く終わったんでね、打ち合わせがてらちょっと飲みに行きましょうよみたいな感じになって居酒屋に行ってみたんですよ。そしたら虎ノ門ですよ、あそこの地下街みたいなところがビルの地下にあるところが、居酒屋でこう結構人がいるんですよ。オフィスの地下街って、もう結構テナントがね撤退しまくっていて、空き家テナントばっかりで、そこに入ろうとするオーナーさんのお仕事だったんで、うわこんなに潰れてんだぐらい潰れてるんですよ。だからもうゴースト化してるって感じですよね。だけど16時とかかな過ぎぐらいで、まだ早いなって思って居酒屋やってないなどこもって思ってたんですけど、やっていて結構で、その中入ったら結構人が入ってて、もう6時ぐらいか6時になったらもう人で満席でしたね。ずっと満席でしたね。で虎ノ門のこうあそこどこだろうな、本当に中心のところなんですけど、おそらくですね、要は撤退しすぎたけど飲みたいと思っている会社員の方々は結構多いという事実ですよね。で戻ってきてるのか、もともとこう需要が途切れてなかったのかはちょっとデータを取ってないので今現状ねこう実際のところは分かりませんが、少なくともですね平日の夜飲みの需要は間違いなく戻ってきていて、飲食店の供給量が足りていないという状況であるこの虎ノ門はっていう、こういうのってであんまり知られてない、知らなかった僕自身も。でこれも時代とともに変化したことですよね。でさらには何を飲食店で求められているのか設計でっていう風にどんどんこう紐解いていくと面白いですよね。面白いっていうかコロナ前とは違いますよね、明らかに。でこんな感じですいません、常に時代の変化によって人が求めるものって変わっていて、技術ももちろん変わっていて、それに対して自分自身の得意領域と掛け合わせて変化させていかないと、ついていけないよね、時代に取り残されちゃうよねっていうことなんです。で顧客と一緒に変化する、時代とともに変化するって言われると自分自身が変わっちゃうんじゃないかなって印象はあるかもしれないけど、全然そんなことはなくって、自分の得意領域、自分の特技をしっかり理解して得意なことをその時代のその場に合った方法でアウトプット、要は仕事に生かすってことが大事なんですよね。それをしないとやがて取り残されちゃうんですよ。本当になぜ取り残されちゃうかっていうと、顧客のみんなはここ重要ですよ、いずれあなたが持っていないスキルを求めるようになっちゃうからなんですよ。
その変化についていけなくなった時点でその仕事はできなくなっちゃうってことになるんですよ。悲しいけど求められなくなっちゃう、仕事が減ってっちゃうってことですよね。これ現実なんですよね。で僕ねそれをね面談で目の当たりにしてるんですよ。60代50代405060ぐらいですかねあたりから置いてか僕の年から置いてかれるんですよ。いやマジ僕も危機感めちゃくちゃあって、今面談をしてると本当感じていて、僕なんかよりすっごい経歴で実績もすごい持ってて、で話を聞いてやってることすごいんですよ。ただ現状のねやり方を聞くと、そのやり方は今の時代合ってないかもなって感じちゃうんですよ。でその時点で多分その方って取り残されちゃっていて、一応面談の中でね今こんな感じで動いていて僕らってこういう風にやって変化できますかねみたいな一緒にやっていけますかねみたいなお話をさせていただくんですけど、あんまり自分のことを言っていて気づかずに、変化できないデザイナーさんもうおしまいかなって思ったりもその時しちゃうんですよ。今日はねちょっと厳しいお話だったかもしれませんが、事実なんで、得意なことばっかりやっていては時代に取り残されちゃうよねっていうテーマでお話をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。今日のテーマはね、この僕自分自身に言い聞かせている内容でもありますので、皆さんもねちょっと意識して時代の流れを読み取るようにしてみてください。